京都大学生命科学研究科生体応答学分野の高原です。私たちの研究室では免疫応答を分子、細胞および個体レベルで研究し、その知見をもとに新たな免疫制御法の開発を進めています。具体的には、病原体を認識するレクチン分子、免疫系の指揮官と呼ばれる樹状細胞、それらを介した新たな免疫制御法の開発、並びに微細な粒子に対する免疫応答などです。まず皆さんが免疫という言葉から連想するのはワクチンではないでしょうか。実はワクチンは免疫系の獲得免疫と呼ばれる一面を利用したものです。免疫系にはもう一つの局面として自然免疫があります。感染の過程から見ると、まず自然免疫が病原体の侵入を物理的および化学的に抑えるとともに、侵入された場合には病原体リセプターを介して認識し、患部の腫れに見られるような炎症応答を引き起こします。この患部では免疫系細胞の食作用により病原体の分解・排除並びに炎症性サイトカインの産生が起きます。このサイトカイン産生を含む炎症応答は自然免疫応答で防ぎきれない病原体に働く獲得免疫の開始にも必要です。一方で免疫が異常を起こすとさまざまな病気を引き起こします。そこで自然および獲得免疫を理解してこれらをうまく制御する手法が求められるわけです。さて、炎症の開始には体が病原体を危険な外来者として認識することが大切です。この過程に重要なのがマクロファージおよび樹状細胞です。この図はそれらの細胞に発現する病原体リセプターの図です。例えばトールライクリセプター TLR はウイルスや微生物のさまざまな構成要素を認識します。また細胞質に侵入したウイルス DNA や RNA を認識するリセプターもあります。さらにレクチン分子と呼ばれる一群は主に微生物の動作を認識します。私たちの研究室ではこのレクチンリセプターによる微生物の認識とその後の生体応答機構の解析およびそれを利用した免疫制御について研究を進めています。では一例として私たちが同定したサイン R1 レクチンファミリーについてお話ししたいと思います。サイン R ファミリーは8個のメンバーが存在し、近年これらがさまざまな病原体を認識することが明らかになってきました。例えば主にマクロファージに発現するサイン R1 はこのような多数の病原体を認識し、細胞内に取り込むだけでなく炎症性サイトカインや殺菌性の活性酸素種の産生を促進します。レクチンの機能を解析するにあたり、まずその認識動作配列を明らかにする必要があります。このために私たちの研究室ではレクチンプローブを用いた動作アレイや動作合成酵素の遺伝子を書いた病原体株を用いてレクチンが認識する動作構造を決定しています。例えばこれらの方法を使ってサイン R1 が大腸菌動作のこの部分を認識することが明らかになっています。ここで感染過程における病原体と宿主のせめぎ合いについて考えたいと思います。感染が成立すると宿主は免疫を使ってこれを排除しようとします。この際、先ほどのサイン R1 は炎症性サイトカインの産生や炎症応答の更新に働きます。一方で病原体はその感染の維持および拡大を図るためにさまざまな手法を使って免疫系を抑制しようとします。私たちはこの抑制機構を利用することで新たな免疫制御法を開発できるのではないかと考えています。その一つの具体例を紹介します。日和見感染菌であるキャンディダアルビカンスに感染した患者の血液中には免疫抑制作用を持つ因子の存在が示唆されています。この因子はキャンディダの感染に都合のよいように
宿主の免疫応答を改変するものと考えられます。私たちはこの因子としてキャンディダ由来の糖鎖を同定し、これがサイン R1 に認識されること、およびサイン R1 による認識糖鎖構造を明らかにしました。次に、この糖鎖を敗血症モデルに投与したところ、免疫応答を促進するサイトカインの産生低下、一方で免疫を抑制するサイトカインの産生上昇を確認しました。さらにこの糖鎖は敗血症によるマウスの死亡率を下げることもできました。これらの結果は病原体の免疫抑制能を応用した新たな免疫制御法の一例といえます。現在この現象の成立基準を細胞及び個体レベルで検討しています。私たちの研究室では樹状細胞を介した免疫制御法の開発も進めています。ここにあるように樹状細胞はさまざまなエフェクター細胞に抗原の情報を伝えます。この樹状細胞の状態によりエフェクター細胞の性質も活動的なものから抑制的なものまで大きく変化することから、樹状細胞は免疫系の指揮官とも呼ばれます。現在いくつかの投資質を用いてこの樹状細胞の状態をコントロールする研究を進めています。また新たな研究として問題となっているアスベストのような微細粒子が細胞に与える影響についても研究を進めています。これまで粒子のサイズが炎症性サイトカインの産生やその際の細胞内応答経路に影響することなどを明らかにしています。今後も分子、細胞および個体レベルで免疫を理解し、それをもとに新たな免疫制御法を開発するとともに、免疫関連疾患の治療のための基礎的な知見を得ていきたいと考えています。